こんにちは、猫です。除外状態の判明と霊媒師ヒータが来たので、デッキを修正します。除外状態に裏側表示が含まれないということでグラットン案は廃案となります。まあ、よく考えたらそうだよね。裏側も含まれると相手は確認を要求してくるので、色々問題起こります。オラが間違った、すいません。で、それでもワンキルは普通にできます。ボムトークンが破壊されると500ダメージ。バックショットでそれを破壊すると合計2000ダメージができます。リムファイアは自身を除外してインペラーを落とすので、500ダメージとしてカウントできます。インペラーはバックショット3枚除外して出すと2000ダメージ与えます。つまり、これで合計4000ダメージです。残りの4000を他のところで賄えば OK。大なり火出してボムトークン対象すると1000ダメージができます。そんで大なり火を墓地に送ってカレー術をサーチすると、次のターンエンペラーリリースして3100バーンできます。見せた方が早いかな。つまりこんな感じですね。次、テーマの問題と構築について。このテーマは大きく、キャノン系、弾系、サポーター系の3種類に分けられます。召喚剣はサポーター系が使います。で、初手サポーター系が来ないと事故します。例えばこんな感じ。キャノン系しか来ないとか、弾系しか来ないとか。そんでこの問題を解決するためにはキャノン系と弾系の枚数を減らすしかないです。さもないと母数が大きいため、手札入れ替えのカード採用しても引いてきます。例えばさあよくある話。バレットをコストにマシンガンで1ドローしたら、またバレットが来ちゃった。なぜならば、ドローするタイミングにデッキにまだバレットが2枚あるからです。ちょっとバカっぽいだけど、バレット1枚しか採用しなかったらこの時ドローしたカードは絶対バレットじゃないよね。そういうことです。じゃあ何枚採用したらいいかというと2枚までです。バックショットは仕方ないとして3枚。他はせいぜい2枚までです。新規のヒータもそうですよ。だって、引いて欲しいのはサーチ先のトルーパーでしょう？これ手札コスト必要なので、いっぱい積んだら逆にサーチできなくなります。捨てていいのはバレットとリムファイアくらいです。で、新規の V キャノンは直接デッキから弾を墓地に送るため、手札に弾はいらないです。今のバレットはヒータとブラスターのコストです。混合デッキでこれらのカード採用しなかった場合、バレットを採用する価値はあまりないです。まあ、要するに構築するときなるべくキャノン系と弾系の枚数を抑えて、サポーター系のサーチ手段を増やすってこと。で、このサポーター系も色々問題あります。サポーター系はセルフ特殊召喚できないため、展開は V キャノンに依存する。そのため、V キャノンがない状態で止められたら死ぬ。で、この V キャノンがいっぱい積んだら逆に事故しやすいという問題もある。なので、混合デッキ組むとき、この相方は召喚剣使わないカードの方がいいです。今使って特に相性良かったのがイリュージョンセットです。いらないカードをデッキに戻せるのと、用済みのキャノン系をドローに変えられる。あと魔法使い族なので、大なり火出せます。で、クシャトリラとの組み合わせも試しました。クシャトリラは召喚剣いらないため組めますが、フレメタはエクシーズ素材捨てられないため、フェンリルとユニコーンを素材にするとすっげー損した気がする。で、墓地落とし方について、正直、あんま良くないです。ボルカニックの墓地落とし性能は強くないですね。そのため墓地落としは相方に任せるしかないです。すると構築の問題があって、墓地落としカードをいっぱい採用するとボルカニックが落とせなくなります。逆に採用枚数が少なかったら、今度はボルカニックの方が引きやすくなり手札事故を起こします。墓地落とし方使いたい場合、キャノン系と弾系はいらないです。
代わりにラバルとか、他の炎族で代用した方がいいです。まあ、戦略も練ったので修正していきます。まずは順構築ですね。ヒータとスモールワールド両方採用して初動強化してます。ランク4使わないのであればロケットは1枚でいいです。今のロケットはマシンガンをサーチするくらいの機能しかないです。なぜならば、今の動きだと墓地のキャノンを回収する必要はないですね。そのため、トルーパーとの差別化はマシンガンをサーチできるくらいです。シェルをつけるとこんな感じですね。戦術した通り、サポーター系はセルフ特殊召喚できないため、ラバゴを採用すると積んでしまう可能性があります。なのでドゴランの方がいいです。エクストラデッキは適当です。基本リンクモンスターしか使わないよ。サンプルです。今事故ってます。玉系がいっぱい来るパターンですね。今エンペラーダストマシンガンが除外されます。ブラスターのコスト回収。で、結局バレット採用した分事故率も高くなります。一番望ましいのはキャノン系と弾系を抑えた上で手札交換増やすことです。これが大なりし採用したロマン仕様ですね。サンプルです。
次、シャトリラ混合型ですね。シェルは適当でいいやん。サンプルです。ラッキー。まとめ。このテーマの展開はサポーター系に依存しており、そのサーチとリクルートが乏しいため初動しづらい。キャノン系は相手のモンスターに依存しており、先行時相手フィールドにモンスターがないため積みやすい。あと後攻の防御手段はインフェルノしかない。弾系はキャノンに依存しており、キャノンがないと積みやすい。で、余談ですが、サーチプラストークン生成のフィールド、リクルートプラス墓地回収できる弾、相手のターンに撃てるキャノン。この3枚の折りか作ったら普通に動けるようになりました。最後の新規はサポーター系のサーチかリクルートだと動きやすくなります。結論、折り方の C。以上、じゃあね。